今回は理想のチャンバー装着パート5としてエトスチャンバーを車体に装着してジャハチャンバーと運量を比較するよ。これまでの動画でサイレンサーの配置を整えて取り付け方法をボルト止めに変更した上で自作のサイレンサーを製作してきたよ。ただそれは付け外しが簡単にできる反車体でのフィッティングレベルでの装着で正規に車体には取り付けてなかった。最初のチャンバー比較の時にはエトスチャンバーは仮止め状態だったから、今回初めて NSR カーボン中毒号にちゃんと装着してみたよ。せっかく車体に装着したんでエトスチャンバーとジャハチャンバーの運量比較をやってみた。その前に正規に車体に取り付けるための仕上げ作業が必要だね。具体的にはチャンバーボディのへこみの修正と仮止め溶接だったフランジの本溶接、古くなった塗装を剥がして再塗装なんかだね。まずチャンバーボディのへこみを修正してみるよ。いろいろな修正方法があるけど、手元の設備で安易にできる方法としてボルトを溶接して引っ張る方法でやってみる。引っ張るための M8 の寸切りボルトをへこんだ部分に溶接する。もともとこのへこみ部分には溶接ビードがあったから、以前のオーナーも同じような修正を試してみたのかもしれないね。引っ張るための道具はホームセンターで買ってきた材料を適当に加工したものだね。バーナーでへこみの周辺をしっかりと炙って素材を柔らかくする。それからボルトを締める方向で引っ張ってやればへこみが浅くなる。ただ最終的にはパテで補修するから大雑把にへこみが小さくなれば大丈夫だね。いまいちへこみの深さが分かりづらいけど、溶接ビードをサンダーで削るとだいぶへこみが浅くなってるのがわかるね。あとは手元にある JB ウェルドが耐熱性が高いし、粘土もパテに近いからこれで埋めて表面をならす。次にサイレンサーフランジを本付け溶接としてテールパイプに器具溶接で全周溶接する。鉄の溶接だからアルミほど難しくはないけど、それでも作業は溶接ポイントにアクセスしやすいようチャンバーの向きや体勢を変えて作業してるよ。基本的な加工が終わったところで再塗装のため古くなった塗装を剥がしつつ塗装の下地を作る。これもいろんなやり方があるけど、手元の道具で簡単にできるところでサンダーでボディ自体を大まかに処理する。細かなところや込み入った部分はベルトサンダーで作業してるね。最後は手作業でのペーパー掛けをやってアセトンで脱脂をする。綺麗な塗装下地とは程遠いけど、耐熱塗装のための最低限の下地ってとこだね。耐熱塗装は缶スプレータイプの塗料だからサクッと塗って装着前の作業は完了だね。少々の手抜き作業だったから細かな粗はいろいろとあるけど目立つものじゃないから気にしないよ。こんな感じでエトスチャンバーが仕上がったね。チャンバーフランジは以前製作したものを形を整えて使ってみる。ちなみに左側シリンダーのスプリングでの固定はねじったような配置になってるね。この配置だと一般的な直線上のスプリング配置に比べて付け外しが楽にできて便利なんだ。右側は一般的な直線上のスプリング配置だね。そうしたらチャンバーの運量比較だよ。
音量の測定器は Amazon で買った安物だし、エンジン回転数も多少の誤差があるから、正確な音量測定は期待できないかもしれないね。でも、音量の目安や相対的な比較はできると思うよ。ちなみに、サイレンサーは、両方とも自作品で、使用レベルは、ジャハチャンバー用が 1000km 程度の走行で、エトスチャンバー用が新品状態。最初は、ジャハチャンバー、アイドリング回転の1500回転弱で、音量は 77.4 デシベル。一旦音量計の電源を切って記録された値をリセットする。今のでだいたい6000回転まで回したよ。約6000回転の音量は94デシベル。同じようにメモリーをリセットする。次はだいたい1万回転だよ。約1万回転で 98.1 デシベルってとこだね。ジャハチャンバーとエトスチャンバーでサイレンサー配置が違うから、音量測定は左右それぞれでやってみるよ。右側のアイドリング状態での音量は 80.5 デシベル。これは単式クラッチの音が影響していそうだね。6000回転で 95.8 デシベル。だいたい1万回転で 98.8 デシベル。排気音の録音では、スマホのマイクが自動補正して、高回転で録音レベルが下がってるみたいだね。ジャハチャンバーの音量を測定できたんで、エトスチャンバーに交換するね。次にエトスチャンバーの左側で、アイドリング回転の1500回転弱で音量は74デシベル。ピーク値のリセットを忘れちゃってたから、改めてリセットして測定するね。約6000回転で 95.8 デシベル。約1万回転で 98.1 デシベル。同じように右側に移動して測ってみる。アイドリングで音量は 79.4 デシベル。
側線回転で 96.6 デシベル。1万回転で 98.8 デシベル。測定値を表にまとめたよ。ハイドリングではエトスチャンバーが静かな傾向だね。中回転域のエトスの排気音は低音で音量が大きめに聞こえたし、測定値もその傾向だね。高回転域の音はあまり差を感じなかったし、測定値も同じ値になってる。全般的に見て予想してたより差は小さかったね。両方とも自作のサイレンサーだけど、消音自体はそれなりにできてて、騒音規制の範囲に収まっていそうだね。これが1万回転以上回した音だね。エトスの右2本出しチャンバーを入手して以来、理想のチャンバー装着シリーズでチャンバーを加工してきたよ。これで右2本出しの理想のチャンバーがおよそ完成した感じだね。最後の仕上げとしてアンダーカウルをエトスチャンバー用にセットできれば完成だね。アンダーカウルの装着はまた別の動画で紹介するよ。これからも DIY カスタムの情報やノウハウを動画にするからチャンネル登録しておいてね。